理解説。伝説の始まり。ダイヤル110番から7人の刑事へ。昭和の男が震えた初期モノクロ刑事ドラマの衝撃ベスト10。最近の刑事ドラマも面白いけど、昔の作品って妙に熱気があるわよね。ああ。今回は今の刑事ドラマのルーツ、初期モノクロ刑事ドラマベスト10を紹介するぜ。ただし最初に一つだけお断りがあるんだ。お断り？どういうこと？今回の動画の画像は当時の正確なものじゃない場合があるんだ。60年代は2インチ VTR というテープが超高価で、放送後は上書きして使い回すのが普通だったからな。じゃあテレビ局にも映像が残ってないの？そうなんだぜ。NHK の大河ドラマですら当時の映像はほぼ残っていないし、民放のドラマとなれば公式アーカイブにもない幻の作品だらけなのぜ。だからネットで本物の画像を探すのは不可能に近いってわけね。その通りだ。だが、当時の生放送のヒリヒリ感や熱気は今も語り継がれているぜ。昭和の男を熱狂させた伝説の10作品、早速見ていくぞ。第10位。日本の刑事ドラマの原点。NHK 刑事物語。1957年。早速第10位から教えてちょうだい。最初はどんなドラマなの？第10位は、日本のテレビ黎明期における本格的刑事ドラマの原点。1957年放送の NHK 刑事物語だぜ。武田鉄矢の映画とは全くの別物だから注意してくれよな。1957年って昭和32年よね。テレビ放送が始まってまだ数年しか経ってない頃じゃない。そんな昔に本格的な刑事ドラマがあったなんて驚きだわ。ああ、まさに警察ドラマの歴史を切り開いた作品なんだ。このドラマは火曜日の午後9時台に放送されたんだが、30分番組で全4回だけ放送されたんだぜ。たった4回で終わっちゃう30分番組だったのね。今の感覚からするとかなり短く感じるけど、本当に影響力があったの？短くてもその刑事ドラマの骨格を決定づけたんだ。その理由は、作脚本を担当した人物がすごいからなのぜ。一体誰が脚本を書いたの？島田和夫という作家だ。彼はこの後、伝説的な番組、事件記者などを生み出し、日本の事件警察ドラマの基礎を作り上げた人物なんだぜ。なるほど。刑事ドラマの生みの親とも言える作家の長初期の仕事ってわけね。役者さんはどんな人が出ていたの？松本染ます玉川勲、竹内文平といった俳優たちが出演していたぜ。テレビドラマそのものがまだ発展途上だった時代に、彼らはモノクロのブラウン管を通して刑事たちの姿を熱演したんだ。ドラマの作り方すら模索中だった時代から、刑事ドラマの面白さは存在していたのね。その通りだ。島田和夫の骨太な脚本と役者たちの熱演が合わさったこの刑事物語が、日本の刑事ドラマの扉を開いたんだ。これがなければ今の名作も存在しなかったかもしれないぜ。第9位。実弾発砲の衝撃。東京バイパス司令。1968年。次の第9位はどんな作品なの？第9位は1968年に放送された日本テレビの東京バイパス司令だぜ。青春ドラマのスターだった夏木陽介というライターが主演したんだが、設定も撮影の裏側も規格外のドラマなんだ。規格外って、何がそんなにすごいの？まず、主人公たちは普段、スナック、ポロの2階でルポライターのふりをしているんだ。でも指令が下ると、警察手帳も拳銃も持たない。匿名刑事として悪に立ち向かう異色の設定だったんだぜ。拳銃も手帳も持たないなんて、なんだかスパイみたいね。そのスナック、ポロってセットなの？そこが驚きなのぜ。実は主演の夏木陽介が資材を投じて開いた実在の店舗だったんだ。しかも番組終了後もしばらく営業していたらしいぜ。主演俳優の自分のお店でドラマの撮影をしてたの。昭和って本当に自由ね。事件の内容もぶっ飛んでるの？いや、事件はものすごくリアルだ。横田基地の問題や当時の沖縄問題、それに実際に起きた近畿労事件など、当時の生々しい社会問題を反映させた攻めたストーリーが特徴だったんだぜ。
現実の事件をドラマにしちゃうなんて、かなり踏み込んでいるわね。さらにぶっ飛んでいるのが撮影方法だ。なんと夏希は撮影で本物のライフル銃を撃ったことがあるんだぜ。実弾を撃ったってこと？ああ。でも実弾を撃った後は耳がキーンと聞こえづらくなって芝居ができず、NG を出しまくって弾を撃ち尽くしちまったんだ。ロケ先で弾の調達に時間がかかって、夏希本人が撮影に本物の銃は不向きだと実感したという伝説が残ってるぜ。当たり前よ、むちゃくちゃすぎるわ。でも、それだけ熱意があったってことね。その通りだ。最初は2クール予定だったが、その面白さから視聴率が好調で放送が延長されたんだぜ。プロデューサーの岡田新吉が初めて手掛けた刑事ドラマでもあり、この規格外の熱量が後の名作につながっていくんだ。第8位、映画の DNA を継承。デカさん、1967年。さて、次は第8位ね。どんな作品なのかしら？第8位は、1967年に NET、今のテレビ朝日で放送されたデカさんだぜ。これは映画の名作の熱をそのままテレビの画面に持ち込んだ、超硬派でリアルな作品なんだ。映画の熱をそのまま持ち込んだって、具体的にどういうことなの？実は1956年から大ヒットした東映の刑事映画シリーズ、警視庁物語の流れをそのまま組んでいるんだ。しかも、映画版に出演していた松本勝平、神田隆、山本凛一、花沢徳江といった名優たちが、なんと役名もそのままにテレビ版でも引き続き出演したんだぜ。映画と同じ役者さんが同じ役でテレビに毎週出るなんて、当時のファンは大歓喜だったでしょうね。どんなストーリーだったの？派手なアクションではなく、過剰な演出を徹底的に抑えたドキュメンタリータッチが特徴だ。事件発生から地道な聞き込み、そして証拠固めを行う刑事たちの泥臭い姿を生々しく描いたんだぜ。派手さはないけれど、本当の刑事の仕事って感じがして、逆にものすごく渋いわね。ああ、だからこそモノクロの16ミリフィルムで撮影された映像が、事件の生々しさとリアリティを際立たせていたんだ。そして、この作品を語る上で絶対に外せないのがオープニングなんだぜ。オープニング？映像や音楽に特別な演出があったの？いや、ナレーションだ。タイトルバックで犯罪は人間が犯し、それを防ぐのもまた人間であるという激渋なナレーションが流れるんだ。これが作品の顔になっていて、人間の業を深く描くドラマのテーマを見事に象徴していたのぜ。うわぁ、その言葉を聞いただけで鳥肌が立ちそう。単なる犯人探しじゃなくて、人間そのものを深く描いていたのね。その通りだ。派手なドンパチがなくても、昭和のお父さんたちは、この地道で泥臭い刑事たちの生き様に深く痺れたんだぜ。第7位、もう一つの警察。鉄道公安36号、1962年。さあ、次は第7位ね。今度はどんな刑事ドラマが来るのかしら？第7位は、ちょっと視点を変えて、もう一つの警察が活躍するサスペンスドラマだぜ。1962年から NET と東映の制作で放送された鉄道公安36号だ。もう一つの警察？警視庁の刑事さんじゃないってこと？ああ。主人公たちは当時の日本国有鉄道、つまり国鉄の職員なんだ。でも、ただの駅員じゃないぜ。駅構内や列車内において、正式な警察権と逮捕権を持っていた、鉄道公安官なんだ。国鉄の職員なのに逮捕権を持っていたのね。それはドラマチックな設定だわ。放送の歴史も少し特殊なんだ。まず1962年から前身番組の JNR 公安36号が始まり、全43話が放送された。そして1963年から本編である鉄道公安36号へとタイトルを改め、1967年まで全198話がモノクロで放送された長寿シリーズなのぜ。前身番組と合わせるとすごい放送回数ね。でも、列車の中での事件をドラマにするって、撮影がものすごく大変じゃない？そこで国鉄の全面協力が生きたんだ。実際の駅構内や走行中の列車内を使った大掛かりな地方ロケが可能になったんだぜ。
これが後のさすらい刑事旅情編などに通じる、旅情サスペンスの原点を作ったと言われているんだ。本物の動いている列車でロケをしていたなんて、当時のリアルな空気がそのまま映っていそうね。その通りだ。昭和30年代の蒸気機関車や旧型客車、活気あふれる主要駅の風景がモノクロフィルムに記録されているからな。ドラマとして面白いだけじゃなく、昭和の鉄道史を伝える極めて貴重な映像資料にもなっているんだぜ。なるほど。刑事ドラマ好きだけじゃなくて、鉄道ファンにとってもたまらない作品だったのね。ああ、普通の刑事ものとは一味違う舞台設定と旅情が、当時の昭和の男たちをテレビの前に釘付けにした見事な名作だぜ。第6位、フジテレビが挑んだド直球の王道。その名もズバリ、デカ、1965年。次はいよいよ第6位ね。今度はどんな作品が登場するのかしら？第6位は、1965年の10月から、フジテレビ系列の火曜20時枠で放送されたドラマだ。そのタイトルは一切の飾りを捨てたド直球。ズバリ、デカだぜ。デカって、そのままのタイトルなのね。変に飾らないところが、逆に男らしくて潔いわ。どんな内容だったの？これは全12回放送されたんだが、企画と監督を務めた人物がものすごいんだ。後に、極道の妻たちなどの大ヒット映画を手掛けることになる巨匠、五社秀夫監督なのぜ。あの五社秀夫監督がテレビドラマを作っていたの。映画のイメージが強いから驚きだわ。ああ、当時のアメリカで大人気だったエド・マクベインの警察小説、87文書シリーズの日本版を作るという、凄まじい意気込みで制作された超本格派の作品なんだぜ。海外の傑作警察小説に真っ向から挑むなんて、ものすごく熱が入っているわね。キャストも豪華だったのかしら？もちろんだ。中条部長刑事役に森川新、他の刑事には中谷一郎や井川久志が出演した。さらに、若き日の田中邦衛や、後に特捜最前線で活躍する青木義郎など、男臭い実力派俳優たちが集結したんだぜ。田中邦衛さんの若い頃の刑事役、それに青木義郎さんまで、渋い俳優さんばかりで、モノクロの画面からいぶし銀の魅力がプンプン溢れてきそうね。当時の新聞資料によると、ただ犯人を追いかけるだけのアクションドラマじゃないんだ。刑事同士の対立をディスカッションドラマ風に捉えた斬新な試みがなされていたんだぜ。ディスカッションドラマ？ただ命令に従うだけじゃなくて、刑事同士が激しく意見をぶつけ合うってことね。その通りだ。事件を解決する過程で、刑事たちの人間臭さや複雑な人間関係にしっかりと焦点を当てたんだ。1965年という時代において、極めて先進的で意欲的な隠れた名作だったのぜ。第5位、視聴率 47.1% の怪物番組。事件記者、1958年。さあ、いよいよトップ5の発表ね。第5位はどんな作品なの？第5位は、1958年から NHK で放送された、超人気シリーズ、事件記者だぜ。実はこの作品、主役が刑事じゃないんだ。刑事ドラマのランキングなのに、刑事が主役じゃないの？どういうこと？タイトル通り、警視庁の桜田クラブという、記者クラブに詰める新聞記者たちが主役なのぜ。特ダネをめぐる記者同士の激しいスクープ合戦と、現場の刑事との泥臭い駆け引きを描いたんだ。なるほど、記者目線で警察の内部を描いたのね。記者の目を通して、現場の刑事の動きや警察の内部構造を徹底的にリアルに描き出したからな。このドラマが実質的に、日本の警察刑事ドラマのリアリティの骨格を作ったと高く評価されているんだぜ。ドラマのリアリティの骨格を作ったのね。人気はどうだったの？最初は30分番組だったが、人気が沸騰して60分番組に拡大された。1963年にはなんと最高視聴率 47.1% という、驚異的な数字を叩き出したんだぜ。47.1%。化け物番組じゃない。当時の日本中が見ていたのね。ああ。山や星といった警察用語を、お茶の間に定着させたのもこの番組だ。
さらに驚くべきは生放送を活かした神業だぜ。そんなすごい視聴率の番組がまだ生放送だったの？放送開始からしばらくは全編生放送で、その後も一部生放送を残した。なんと放送当日の実際の天気や、リアルな事件のニュースを記者たちのセリフの中に盛り込むという、離れ技をやっていたのぜ。今日の天気を生放送ドラマのセリフに入れちゃうなんて、まさに究極のリアリティね。その通りだ。現代のドラマでは絶対に真似できない、凄まじい熱量と生々しさが詰まった伝説の番組だぜ。第4位、関西の週末を支配した長寿番組、部長刑事、1958年。いよいよ第4位ね。次はどんなドラマが登場するの？第4位は、1958年から朝日放送でスタートした部長刑事だぜ。実はこれ、関西ローカルの放送でありながら、2002年まで実に44年間も続いた日本のテレビドラマ史に残る超長寿番組なんだ。関西ローカルだけで44年間も、それってとんでもない大記録じゃないの。ああ。関西地区では土曜の夜7時30分という、ゴールデンタイムにずっと放送されていたんだ。関西人は部長刑事を見ないと週末が始まらない、と言われるほど生活に密着していて、東京発の全国ネットの人気番組を視聴率で何度も打ち負かした伝説を持っているぜ。東京の人気番組に勝っちゃうなんて、関西での愛され方が半端じゃないわね。どうしてそんなに人気だったの？一つは大阪府警察本部の全面協力を得て作られた圧倒的なリアリティだ。派手な銃撃戦やアクションを排除して、刑事の基本は足だっていう地道で泥臭い捜査手法を徹底的に描写したんだぜ。派手さはないけれど、本物の警察が協力しているからこそでの重みがあるのね。そしてもう一つが主人公の立ち位置だ。タイトルの部長刑事っていうのは、現在の巡査部長にあたる階級なんだぜ。巡査部長ってことは、警察の中では真ん中くらいの人なの？その通りだ。上司からの命令と、部下である平刑事たちの間に挟まれる、いわば中間管理職なんだ。その悲哀や人間味あふれる姿を描いたことが、日々働く昭和のお父さんたちの深い共感を呼んだのぜ。板挟みの辛さ、それは世間のお父さんたちが自分と重ねてみちゃうわね。泥臭い捜査と中間管理職のリアルな人間模様。これが44年という驚異の長寿記録を打ち立てた最大の理由だぜ。第3位、現代刑事ドラマの基礎、特別機動捜査隊、1961年。いよいよトップ3の発表ね。日本の刑事ドラマの歴史を変えた第3位は、どんな歴史的な作品なのかしら？ワクワクしてきたわ。第3位は、1961年から NET、現在のテレビ朝日で放送された特別機動捜査隊だぜ。1977年まで全801話も続いた長寿番組で、そのうち第283話までがモノクロで放送された刑事ドラマの金字塔なんだ。801話も放送されたなんて凄まじい記録ね。どうして金字塔と呼ばれるほど高く評価されているの？今の刑事ドラマでは当たり前になっている。初動捜査の基礎を日本のテレビで初めて作ったからだぜ。警視庁の全面協力を得て、当時警視庁に新設されたばかりの機動捜査隊の活躍をリアルに描いたんだ。初動捜査って、事件が起きた直後に急いで現場に駆けつけて、証拠や目撃者を探すあれよね？その通りだ。この作品で初めて、刑事たちが覆面パトカーに乗って現場へ急行するスタイルが確立されたんだぜ。サイレンを鳴らして走る覆面パトカーの姿は、当時の視聴者にものすごい衝撃を与えたんだ。今じゃお約束の覆面パトカーも、このドラマが発祥だったのね。それなら捜査の様子もかっこよかったんでしょうね。さらに画期的だったのが、チーム捜査を確立したことなのぜ。一人の天才的な刑事が勘で事件を解決するんじゃなく、複数の刑事が集団で地道に事件に当たる、反体制をテレビドラマで初めて描いたんだ。複数の刑事が協力して事件を追うスタイルね。それって、今放送されているいろんな刑事ドラマの基本そのものじゃない。ああ。そのリアルな捜査の過程と重厚な人間ドラマが、
視聴者の心をがっちり掴んで、なんと第1話で 38.7% という最高視聴率を記録したんだぜ。ちなみに、番組に登場した日産セドリックなどの覆面パトカーは大人気になり、ミニカーが飛ぶように売れたんだ。これが後の西部警察や危ないデカの車両協賛路線の先駆けになったとも言われているのぜ。第1話で 38.7%。信じられないような化け物級の数字ね。それにパトカーのミニカーまで社会現象になるなんてすごすぎるわ。視聴率 30% 超えを何度も連発して、水曜夜のお茶の間を完全に支配した伝説的番組だぜ。現代の刑事ドラマの土台を作り上げた、絶対に外せない名作なのぜ。第2位、事件より人間の業を描いた7人の刑事、1961年。いよいよ第2位ね。動画のタイトルにも入っていた7人の刑事がついに登場ね。どんな作品だったのか教えてちょうだい。第2位は1961年から TBS 系列で放送された7人の刑事だぜ。この作品は、それまでの刑事ドラマの常識を根底から覆した歴史的な傑作なんだ。常識を覆した？今までのドラマもすごくリアルだったけど、それ以上の衝撃があったってこと？ああ。最大の違いは、単なる謎解きや完全懲悪の犯人探しをしなかったことだ。犯罪を犯した人間の背景や社会の深い闇、そして刑事自身の葛藤といった人間の業を深く描いた、画期的な人間ドラマだったんだぜ。悪い奴を捕まえてスッキリというわけじゃなくて、犯人の心の影や悲しい事情まで描いていたのね。そういうことだ。だからこそ、モノクロ映像の陰影を生かした映像美が最高にマッチしていたんだ。そして、このハードボイルドな雰囲気を決定づけたのが、伝説のハミング主題歌なのぜ。ハミング主題歌？歌詞がない曲がドラマの主題歌になっていたの？なんだか不思議ね。山下武雄が作曲した、という男性コーラスのハミングだぜ。歌詞が一切ないこの渋いメロディが男たちの哀愁を見事に表現していて、当時の視聴者に絶大なインパクトを残したんだ。って、想像しただけで大人の男の哀愁が漂ってくるわね。主役はどんな刑事だったの？実は特定の主人公を置かず、7人の刑事全員の集団群像劇として描かれたんだ。中でも特に昭和の男たちを熱狂させたのが、沢田部長刑事を演じた芦田伸介だぜ。芦田伸介さん、いかにも渋そうな名前の俳優さんね。どんな風に魅力的だったのかしら？ヨレヨレのトレンチコートを着て画面に立つ、そのいぶし銀の演技が圧倒的なカリスマ性を放っていたんだ。モノクロだからこそ際立つ男の哀愁が、昭和のお父さんたちの心を完全に掴んで離さなかった名作だぜ。第1位、すべての原点。ダイヤル110番、1957年。ついに第1位の発表ね。日本の刑事ドラマの頂点であり、すべての原点となる作品を教えてちょうだい。栄えある第1位は、1957年に日本テレビ系列で放送が始まったダイヤル110番だぜ。日本のテレビ史において日本初の本格的警察ドラマと位置づけられる歴史的番組だ。1957年、テレビ放送が始まってすぐの時代ね。どうしてこの時代に本格的な警察ドラマが作れたの？実は、当時まだ国民に浸透していなかった、110番通報のシステムを普及させるという大きな目的があったんだ。だから警視庁が全面協力して制作されたのぜ。警察が直々に協力していたのね。それならリアリティもすごそうね。ああ、実際のパトカーや警察犬、鑑識用の機材まで、撮影に提供される異例の体制だったんだ。しかもオープニングで、この物語は事実に基づいて構成されていますというナレーションが入り、実際に起きた事件の調書を元にした、徹底的なドキュメンタリータッチで描かれたんだぜ。実際の事件がベースなのね。でも、当時のドラマって生放送が主流だったんでしょ？本物の事件の緊張感をどうやって表現したの？そこがこの番組の最大の凄みなんだ。なんとドラマの半分近くを屋外ロケのフィルムで撮影していたんだぜ。全編スタジオじゃなくて、外で撮影した映像を混ぜていたの？
その通りだ。フィルムロケによる外の生々しいリアリティと、一発勝負であるスタジオ生放送の緊迫感を組み合わせた構成だったんだ。これが現実の事件をリアルに再現したドキュメンタリータッチのドラマとして、類稀な躍動感を生み出したのぜ。ロケ映像と生放送の融合。当時のスタッフの執念と熱気が画面から伝わってくるわね。全くその通りだぜ。この圧倒的な緊迫感とリアリティが、日本の警察ドラマの基本フォーマットを作ったんだ。放送から70年近く経った今でも、私たちが刑事ドラマに熱狂するのは、この作品が植え付けた、110番というスリリングな興奮が根底にあるからかもしれないな。そう考えると、今見ているドラマの景色も少し違って見えてくるわね。ああ。CG もコンプライアンスもない時代、録画さえままならない中で、役者とスタッフが、今、この瞬間に全てをかけた生々しい執念が、画面から溢れ出していたんだぜ。まとめ。モノクロの初期刑事ドラマ。どれも今のテレビじゃ考えられない熱気があったわね。ああ。CG もコンプライアンスもない時代だからこそ、役者とスタッフの生々しい執念が画面から溢れ出していたんだ。生放送のヒリヒリ感やフィルムロケの躍動感は、現代のドラマにはない唯一無二の魅力だぜ。モノクロの光と影が、男たちの哀愁をより一層引き立てていたのも素敵だったわ。昭和の男たちがブラウン管の前に釘付けになったのも納得だろう？この熱い時代があったからこそ、今の名作刑事ドラマたちに偉大な DNA が受け継がれているんだぜ。みんなの心に残っている昔の刑事ドラマがあったら、ぜひコメント欄で教えてね。高評価とチャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃあ、次回の動画でまた会おうな。